始まりました。都市と写真。今日は2月から3月にかけて2週目での切手周辺で撮ってきた写真を何枚か紹介していきます。まず最初は地下から地上へ出る階段でのショットです。超広角、換算 13.5mm で撮りました。こういうシーンはよくあるやつですけど、近くに人を入れたというのがポイントです。普通はこっちだけ、この出口のハイライトを背景にシルエットにして終わりというパターンが多いです。実はそれも1枚撮ってます。だけどこれはあまりにありきたりなので、もう一工夫入れたいなと思って近距離にも人を配置してみました。ちょうどいいタイミングで2人が通ってくれました。構図的にも3分割に、遠目の人も近くの人もどちらも3分割のライン上に配置。そして階段の斜めのラインが対角線に走っています。人の配置もそのラインに沿って斜め。さらに言うと光の差し込む方向も斜め。斜めを意識した構成になっています。どうでしょうか。構図的な美しさは結構いいかなと思っています。ただこのシチュエーションがやはりありきたりすぎる、見慣れたパターンを出し切れていないというのがマイナス。もうワンステップ上を目指すにはもっと被写体の強さだったり何か予想を超えるものが必要かなと思います。自己採点は8点です。次に行きましょう。次は切手大阪につながる歩行者用デッキから撮りました。この角度からは以前も撮ったことがあるのですが、この日はまたちょっと光の条件が違ったので再度狙ってみました。ビルの密集感がいいですね。複数のビルで一つのテクスチャーを描いています。光がちょうどこのビルのこういったエッジの部分に入っています。真ん中に一段と明るくなっている建物があります。こういった光の当たり方から右サイドのこの裏側に太陽光が入ってきているのが感じられます。これも自己採点は8点です。次は切手周辺の細い道路で撮った写真。この日は太陽が出ているのに雪が少し舞うというような不安定な天気でした。構図は人越しの人という構図です。最近僕はストリートフォトを撮るときに複数の人を配置できないかなというのを常に考えるようにしています。最初に見せた写真もそうでした。この写真は遠目のこの人をまず狙っていました。この人物の頭や肩の部分に綺麗に光が当たっていたので、それを撮ろうとしたときに手前に別の通行人がフレームインしてきたと。その偶然が構図的に良い効果をもたらしました。手前の人にもこういった肩とか頬とかに光が入り、つまり光でその人の存在感を描くことに成功しています。ただ物語性、何かナラティブを生むようなものがあるかと言われると、そこはちょっと弱いかなと。物語性はなくても構図だけで圧倒する方法もあります。でもそれならここにもう一つ偶然が必要で、例えば背景にラインや幾何学模様が入って、この主題を引き立てることができればより良かったなと思います。自己採点は8点です。次は別の日になります。この日は曇りの日に切手の下からビル群を撮ってみます。超広角を生かして下から都市の建造物をモリモリに入れてみました。これを Photoshop でファインアート風にレタッチするとこうなります。どうでしょうか。いつものようにコントラストを効かせた仕上げとなっています。レタッチのやり方は以前もう動画にしていますので、そちらを参考にしてみてください。この写真はまずこの撮影地点を見つけたというのが一つポイント。切手は半年前にオープンした人気の商業施設で、この間来場者数が1000万人を突破したとニュースでやってました。つまりそれだけの人が来た場所でこの角度から撮った写真って僕が知る限りこれ以外はないです。まずは視点が大切っていうことを言いたいです。そして編集のテクニックも必要になってきます。
理想は Photoshop で空やビル一つ一つを選択して部分的な編集を行う必要があります。構図的に気になる点が2点あります。一つは空の面積。左上の空がちょっとだけ広すぎるかなと。長時間露光で雲を流すという方法を取れば解決できるはずです。今回のように普通に撮るとちょっと気になるところです。もう一つはこの歩道橋のライン。このラインは斜めでかっこいいんですけど、木手のビルを分断するような形で入っていて、主題を邪魔しているようにも見えるのがマイナスです。自己採点は8点としておきます。先ほどの写真を撮った場所で向きを大阪駅方面に変えて撮るとこんな感じになります。この方角の都市景観も気に入っています。が、写真として成立させるにはまだまだです。この道路の点字ブロックのライン、カクッと折れ曲がったところがいいですね。それを視線誘導として使い、その先に阪神百貨店などのビルが並ぶという図になっています。上半分はまずまず、下半分はこのライン以外がちょっと暗く地味になってしまいました。下半分のごちゃごちゃ感をごまかすために暗くしたせいです。全体としてもやや不自然な感じが出ています。この構図で人を入れてみると良くなるかもしれません。現段階での自己採点は7点です。ということで今日は5枚の写真を見てもらいました。都市景観が3枚、人を入れたストリートフォトが2枚。最近僕のチャンネルを見て、俺もビルを撮りたい、ああいう風にメタリックにしてみたいって思ってくださる人が増えました。ただ近くにそんなビルがない、都心に出るにしても2時間くらいかかる、そんな人も多いかと思います。そこで僕からの提案。今日動画で紹介した僕の写真のローデータを教材用として販売します。3枚セットで1000円です。金取るんかいって思われるかもしれませんが、フォトグラファーにとってローデータがどういう意味を持つかを考えてもらえば、この価格は当然だと思います。僕が取ったそのままのデータ、何も手を加えていないまっさらなデータです。日付やカメラの設定も全部入っています。もちろん著作権は僕に帰属しますので、その写真を自分が撮ったものだと偽ったり、勝手にネットにアップする行為はダメです。でもご自身のパソコン内でいろいろ編集するのは自由です。編集して僕が今日見せた完成形に近い形になるかどうか試してみてください。今回の3枚セットの1枚目はこれはレタッチの工程数は多いです。空の置き換えビル一つ一つを選択して編集しています。中級者から上級者向けの教材。自分の編集テクニックでどこまでいけるか挑戦してみてほしいです。2枚目はこれは1枚目よりレタッチは少なめです。仕上がりの暗さ、コントラストがポイントです。初心者向けの教材です。モノクロ編集の基本が詰まっているので、この写真をうまく現像できるかどうかで自分の編集技術のレベルを確認することができるでしょう。また何も手を加えていないデータを見ることで写真的な視点のヒントにもなるはずです。こういうデータが編集でこうなるのかっていうことを知ることも写真上達で大切なプロセスです。3枚目はこれも編集工程は少ないです。撮った時点でほぼ完成されていますが、微妙に光の強弱を変えているのでそこに気づけるかどうか。あと微妙なトリミングも行っています。これもちゃんとした理由があります。なぜそうしたか、一つ一つの作業の理由を考えてみるといいでしょう。初心者向けですが、2枚目よりは難しい教材です。実際のデータで実際に手を動かして確認すれば、編集テクニックを自分のものにできるはずです。という感じの3枚で1000円です。データはこの動画の概要欄にあるリンクからダウンロードしてください。記事は有料になっています。料金を支払うとデータのダウンロード先の URL とパスワードが表示されます。そこからダウンロードしてご使用ください。
何度も言っておきますが、絶対にネットにアップしたり、自分の写真と偽ったりしないこと、著作権は守ってくださいね。もし不明な点があればコメント欄で聞いてください。それではまた。